ごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、北朝鮮の自称ロケット発射についての解説を行おうと思います。このチャンネルで北朝鮮について解説することはほとんどないのですが、基本的な話として、今回は間違いやすいポイントや国際情勢と絡んでの話をしておこうと思います。まず第一に、北朝鮮は国連の制裁を受けている状態ですので、北朝鮮がこれは平和利用だとしてロケットを発射したとしても、それは弾道ミサイル技術を使ったものであることから、国連制裁違反です。つまり、やってはいけないことをやっているわけです。まず、この点について日本では少し勘違いしている人たちがいます。それは、平和利用するロケットであれば問題ないじゃないか。なんでこんなに日本政府は騒ぐんだ。このように騒ぐのは、日本政府がことさら危機を煽って日本国民を騙そうとしているというように話す人たちがいます。しかし、先ほども述べたように弾道ミサイル技術を使ったロケット発射ですから、これは制裁違反であり、やってはいけないことをやっているわけです。ですから、日本政府を非難するのは明らかに的外れな話です。では、弾道ミサイルとロケットの違いは何なのでしょうか。基本的には同じ技術を使っていると思ってください。軍事技術として使うものであればミサイルと呼ぶし、平和利用で使うのであればその時はロケット技術というふうに呼びます。ですから技術そのものを何に使うか、その目的が一つ問題なわけです。北朝鮮の場合だと大陸間弾道ミサイルのような軍事兵器として使うために技術開発を行ってきました。決して宇宙開発をしたいからロケットを打ち上げるといったような話ではありません。そもそも北朝鮮は自国が滅ぼされないようにするために、もっと言えば金王朝を守るために北朝鮮という国家を隠れ蓑にして自分たちを守るための技術を開発してきました。そのために行われたのが核兵器開発であり、その核兵器を金王朝を滅ぼせる力を持ったアメリカを牽制するために大陸間弾道ミサイルの開発を進めてきました。現在では一応その技術は持っているとされています。では、なぜ今になっても制裁を科し続けているかといえば、技術開発を進めれば、大陸間弾道ミサイルのその精度や品質、信頼性などがどんどんと向上してしまうからです。すでに存在しているからもう意味がないではなくて、引き続き開発をされることによってその脅威はより一層高まってしまうのです。だからこそ制裁をかけ続けているわけです。ただし、現実問題として北朝鮮ではすでに核兵器が開発し終わっており、しかもそれら核兵器を載せる大陸間弾道ミサイルの開発がすでにできているわけですから、たとえ不発に終わろうとも、たとえ狙ったところに落ちなかったとしても、十分な信頼性がなかったとしても、うまくいく可能性もあるわけですから、すでに核抑止力は持っています。だからこそ、現在では、これは平和利用だと自称することによって、弾道ミサイルの開発を進めたとしても、北朝鮮に対する攻撃などはどこの国も行えないような状態になっているわけです。ですから、現在行っている北朝鮮の弾道ミサイル開発、ロケット開発というのは、平和利用ですよと自称することによって、少しでも体面を保ちつつ、実質的に弾道ミサイル技術を向上させることが一つの目標となっています。例えば弾道ミサイルの能力をどんどんと上げていくことができれば、積載能力を上げることができ、それによって核ミサイルの弾頭により多くの核弾頭を搭載できるようになったりもします。また実験を繰り返す中で、より信頼性の高いミサイルを開発することもできるでしょう。しかし日本においてはそうした開発を進めることの意義といったものをわからない人たちは、北朝鮮は平和利用としてロケットを打ち上げようとしているんだから、これを批判する日本政府の方がおかしなことを言っていると、逆に日本政府の方へと批判の矛先を向ける人たちもいます。ものすごく物事を単純にして考えれば、犯罪者があなたに向かって、あなたの全財産を私に起こしてください。そうすれば私はあなたの財産を2倍にしてあなたに返すでしょう。さあ、私を信じてくださいと言って、あなたはあなたの財産を犯罪者に渡すでしょうか。普通の人であればそのようなことはしないとは思うのですが、犯罪者が自分は善人ですと言っているのを、そうかそうか、あなたは善人なのかとすんなりと受け入れるような人もごく稀に存在するかもしれません。残念ながら日本においてはそのような北朝鮮が言うことを真に受けて、これが平和利用のロケットなんだから誰も批判する権利はないと言っている方がむしろ簡単に騙されすぎという面があるのです。さて、ここまでは間違いやすいもしくは勘違いしやすいポイントについてお話をしてきましたが、
続けては国際情勢との絡みについての解説も行っておきましょう。どのような国であっても地球上に存在する以上、国際情勢との絡みは必ず存在します。北朝鮮の場合だと、ロシア、ウクライナなどにおける戦争についての関連の話をしておきましょう。ロシアは長引く戦争によって武器弾薬が十分に得られないという問題がありました。そのため、北朝鮮に対してロケット弾や砲弾の売買取引を持ちかけたというのが去年の報道でありました。その後、アメリカの戦争研究所は、確たる証拠は出なかったものの、ロシアと北朝鮮との間には貨物列車の行き来がかなりあり、それらの中には軍需物資もきっと含まれていたのではないかと疑問を呈しています。この場合問題なのは、北朝鮮の側からは弾薬類をロシアに提供する一方、ロシアは一体北朝鮮に何を提供したかです。両国の間にはお金の売買ではあまり意味がありません。北朝鮮のお金をロシアが受け取ったところで、そのような紙くずに興味はないでしょう。ですから、両国の間における売買というのは、それぞれにとって役に立つものではなければなりません。北朝鮮は弾薬、そしてロシアが北朝鮮に提供したかもしれないと言われているのがロケット技術です。ロシアはソ連時代に宇宙開発のために多くのお金と人材をつぎ込んできて、その結果としてロシアも世界有数の宇宙技術を持っている国です。一方で北朝鮮もソ連崩壊以後、ソ連に所属していた多くの科学者たちの中からお金に困ったような人たちを引き抜いて軍事技術の開発に取り組んできました。核兵器の開発にしてもロケット技術の開発にしても旧ソ連系の人たちが多く携わったと言われています。しかし、ソ連崩壊以後、ロシアは一応石油収入を元にして財政再建を果たし、なんとか持ち直してきました。ですから近年においてはロシア側から北朝鮮へと簡単に技術は渡らなくなってきたと言われています。しかし現状はそうではありません。今ロシアはまさに困っている時です。ちなみにロシアはエネルギー資源、鉱物資源、そして穀倉地帯を抱えた農業大国でもあります。しかし北朝鮮は国民がどれだけ飢えたとしても、金王朝はそのことに関して別に気にしてはいませんから、人々が飢えていたとしても、ロシアに対して食料援助を求めるのではなく、それよりももっと価値あるものを求めるはずです。そこで危険視されているのがロケット技術の提供というわけです。今回北朝鮮はロケットを発射するにあたって重大な問題が発生したために失敗したということを公表しています。つまり新しい技術を投入したロケットだった可能性があるわけです。もちろん北朝鮮自身もいろいろ技術開発をしている中において違うことを試したのかもしれません。しかし、ロシア側から何らかの技術提供を受け、それをいかにして実装するか、そうした問題をクリアするために発射実験をこれから繰り返そうとしている可能性があるわけです。というわけで今回の動画はここまで。北朝鮮がロケット技術の開発に取り組んでいるという話を聞いて、日本国内においては平和利用のためのロケットであればなんで問題視するんだという人たちがいます。しかし、ロケット開発を進めるということは弾道ミサイルの技術レベルも上がることを意味します。平和利用するのかそれとも軍事利用するかは開発側の意向次第であり、平和利用を隠れ蓑にして軍事技術を上げようとしている北朝鮮の目論見を決して忘れてはいけません。そして残念ながら今回失敗したといった後すぐさま次の準備を進めるという話をしています。この背景にあるのはロシア側からの技術提供を何らかの形で獲得した可能性があり、それに伴って北朝鮮はこれまで開発してきたものにさらなる改良を加えて信頼性向上や能力向上といったものを目指している可能性があるのです。日本政府を批判する前にまず相手が何のために行動しているかの意図を読み取る、そのような考え方もぜひとも取り入れてください。それでは動画は最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックとあなたの感想コメントをよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。